高千穂峡から高千穂宮、雨の安河原を巡ります。観光地としてとても人気の高い地域です。場所は九州のほぼ真ん中になります。こちらが高千穂峡、五ヶ瀬川下流側の入り口になります。まずは何をおいても真名井の滝、高千穂峡で最も有名です。この日は前日の雨で水量が増していたため、貸しボートが営業しておらず、ボートのない景色が撮れました。このように滝は流れ落ちます。これが高千穂峡の全体図。ここから上流の新橋まで遡ります。右奥に小さく見えるのが貸しボート乗り場。この日は水量が多いためお休み。右側に見えるのがおのころ池。神話の中で日本初の国土となる小島があります。左側に見える小さな塔のようなものがおのころ塔。イザナギの御事とイザナミの御事が持つ雨のぬぼこの先から落ちた雫が固まってできたと伝えられる島で、これが日本の国土の最初の島と言われています。奥の断崖の岩肌に幾筋もの水が湧き入れて流れ落ちているのが見えるでしょうか。これが玉だれの滝です。この水が一旦地下に潜り、先ほどの真名井の滝となって流れ落ちています。岩肌から湧き入れる阿蘇の伏流水です。前日の雨で水量豊かです。これは反対側から見た真名井の滝。普段はこの滝の周りをボートで漕ぐことができます。これは上流側の眺め。中上節理と呼ばれる高千穂峡の岩肌がよくわかります。高千穂峡の中上節理は30キロほど離れた阿蘇山の超巨大カルデラ噴火によるものです。超巨大カルデラ噴火による高温の火砕流がここまで流れてきて、冷えて固まった溶結凝灰岩です。それから約10万年かけて川に浸食され、現在の姿となっています。これは木八の力石。高千穂神社の祭神、御経理の命が高千穂郷一帯で悪行を働いていた木八を退治して、この地を治めたと言われています。この時、木八が御経理の命に投げ、力自慢をした石と言われています。約200トンあるそうです。中上節理の断崖です。千人の屏風岩。屏風のように切り立った崖で、高いところでは垂直に100メートルあります。川幅が少しずつ狭くなっていきます。こちらも千人の屏風岩。ちょっと違う角度から。下流側。左手に木八の力石が見えます。いよいよ川幅が狭くなってきました。新橋が見えています。これは支流の河内川。浸食されているのがよくわかります。岩肌が滑らかです。こちらも河内川。こちらは本流、新橋からの眺めです。
岩が川に蓋をするように迫っているのがわかります。高千穂峡は標高250メートルにあります。海岸に面した延岡から来ると、一気に250メートル登るわけです。途中にある天正大橋。先ほどの高千穂峡の五ヶ瀬川に架かる橋です。アーチスパン260メートル。水面から橋面までの高さ143メートル。これはともに日本最大となる鉄筋コンクリート固定アーチ橋です。高さ143メートルはこんな感じ。お尻のあたりがムズムズします。こちらは高千穂神社。岐八の力石で出てきた御経理の御事を祀っています。本殿です。御経理の御事は岐八を退治してこの一帯を治めたと伝えられています。御経理の御事は人々に大変慕われています。この彫像は御経理の御事。鎮め石。鎮め石とは神社を建て、この地を治めて落ち着かせることを示すための石。水仁天皇の勅命により、我が国で初めて伊勢神宮と高千穂宮が創建せられた際、用いられた鎮め石と伝えられます。西暦で言えば300年頃となりますが、神話の世界です。歴史あるだけに巨木が林立しています。こちらは天岩戸神社、西本宮、そして神楽殿。神楽殿です。岩戸川に沿って雨の安河原に向かいます。神代の時代からこの流れが続いていると思うと神妙な気持ちになります。雨の安河原は天照大神が天の岩戸へおこもり遊ばされた際、八百万の神々が集まり、いかにしてお出ましいただくか大議をされた場所と伝えられます。天照大神は八百万の神々の中で最高位に位置し、天上世界を治める太陽を司る女神です。その女神がスサノオノミコトの乱暴を悲しみ、天の岩戸という洞窟にこもってしまいます。太陽を司る神なので、世界は闇に包まれてしまいました。いつまでも闇のままでは困るので、八百万の神々が集まり、いかにしてお出ましいただくか相談したのです。流れはとても綺麗です。雨の安河原に着きました。雨の安河原は、入り口の幅40メートル、奥行き30メートルの大洞窟です。中には社があります。この場所に八百万の神々が集まっていたと思うと、パワーがみなぎる感じがします。皆さんもぜひ行ってみてください。以上、高千穂峡から雨の安河原でした。お楽しみいただけましたでしょうか。では、また。